平和よりの誓い。70年前のこの日、この上空に投下されたアメリカの原爆によって、一瞬にして7万余の人々が殺されました。真っ黒く焼け焦げた死体、倒壊した建物の下から助けを求める声、肉がちぎれ、ぶら下がって腸が露出している人、かぼちゃのように腫れ上がった顔、身が飛び出している人、水を求め村上川で命絶えた人々の群れ。この村上の地は一晩中火の海でした。地獄でした。地獄はその後も続きました。火傷ややけどや怪我もなかった人々が、肉親を探してワクチンとさまよった人々が、救援に駆けつけた人々が、突然体内にシャンがで血を吐きながら死んでいきました。70年前のこの日、私は16歳、指輪発をしていました。爆心地から 1.8 キロの住吉町を自転車で走っていた時でした。突然、背後から虹のような光が目に映り、強烈な光爆風で吹き飛ばされ、泥に叩きつけられました。しばらくして起き上がってみると、私の左の手は肩から手の先までボルゲを下げたように皮膚が垂れ上がっていました。背中に手を当てると、着ていたものは何もなく、布と焼けたで皮膚がベッドへついてきました。不思議なことに、傷から一滴の血も出ず、痛みも全く感じませんでした。他を二晩山の中で過ごし、3日目の朝やっと救助されました。3年7ヶ月の病院生活、そのうちの1年9ヶ月は背中一面大やけどのため、お連れのまま死の淵を迷いました。そのため私の胸は床ずれで骨まで腐りました。今でも胸は深くえり取ったようになり、肋骨の間から心臓の動きというのは見えます。肺活量は人の半分近くだと言われています。かろうじて生き残った者は暮らしと健康を破壊され、病気との戦い、国の援護のないまま10年間放置されました。アメリカのビキニ水爆実験の被害によって高まった原子爆禁止運動によって励まされた私たち被爆者は、1956年に被爆者の組織を立ち上げることができたのです。あの日、下の山に入れなかった私は、被爆者の運動の中で生きていることができました。戦後、日本は再び戦争はしない、武器は持たないと世界に公約した憲法が制定されました。しかし、今、集団的自衛権の行使、容認を押し付け、憲法改正を推し進め、戦中の時代に逆戻りしようとしています。今、政府が進めようとしている戦争につながる安保法案は、被爆者をはじめ、平和を願う多くの人々は積み上げてきた核兵器廃絶の運動、思いを根底から覆そうとするものです。許すことはできません。核兵器は残虐で人道に反する兵器です。廃絶すべきだということは世界の圧倒的な声になっています。私はこの70年の間に倒れた多くの仲間の一生を引き継ぎ、戦争のない、核兵器のない
世界の実現のため生きている限り、戦争と原爆被害の生き証人の一人として、その理想を世界中に語り続けること、平和を願うすべての皆さんの前で心から誓います。平成27年8月9日、被爆者代表、谷口純輝。谷口さんは被爆で負った大やけどのために死の淵をさまよった壮絶な体験を語りました。そして安全保障関連法案は被爆者の思いを根底から覆そうとするもので許すことはできないと反対の意思を示し、生きている限り原爆被害の実相を語り続ける覚悟を表明しました。